皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらのピンク系ポリッシュを使ってふんわりかわいい桜チークネイルをやっていきます。時間がない時にもさっとできちゃうデザインです。それでは塗っていきます。スタート。ベースコートはノイロのリビルドコートを使いました。まずはチフレの614番を使います。614番を親指、人差し指、薬指に塗っていきます。ほんのりピンクでいちごミルクのようなカラー。デザインのベースカラーとしてすごく使いやすいので何本もリピートしてるカラーです。キャンメイクのミルクシロップでもいいんだけど、白よりもほんのりピンク味がある方がより春っぽいかと思ってこちらのカラーを使いました。チフレが近くで買えないって方はキャンメイクのミルクシロップを使ってください。中指と小指にはキャンメイクの N19 番を塗ります。ほんのり透け感のあるコーラルピンク。特にイエベさんに似合うカラーです。キャンメイクのピンクといえば N08 番のミスティモーブが好きだったんだけど、残念なことに廃盤になってしまったんですよね。ミスティモーブをお持ちの方はそちらを使っても可愛いですよ。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。一度塗り目が乾いたらすべて2度塗りしていきます。2度目は1度目よりも少したっぷりめに液を取って刷毛圧をかけずにふわっと塗るとムラをきれいに隠せます。今回やっていくデザインは本当に簡単なので初心者の方でも挑戦しやすいし、ゆっくり塗る時間がない時にもさっとできちゃいますよ。どれくらい時間がかかりますかってコメントをよくいただくのですが、慣れとかもあるから一概には言えないけど、このデザインなら両手塗り終わるのに1時間もかからないと思います。私はいつも撮影の前日の夜に片手に塗っておくのですが、30分もかからずにさっと塗り終わってしまって最近のデザインの中では一番楽でした。このベースカラーの2度塗りが終わってしまえば乾燥時間もほとんどいらないのであっという間に完成しますよ。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。N19 番をもう一度使います。ペーパーパレットとメイクスポンジも使います。メイクスポンジは小さくカットしておきます。N19 番をパレットに少し出してカットしたスポンジにしっかりなじませます。なじませたら親指の中央にポンポンしていきます。真ん中からポンポンして発色が弱くなってきたら少しずつ外側に広げてください。発色が弱くなったらスポンジに再度カラーをなじませて追加でポンポンしていきます。ポンポンする範囲はだいたい中央3分の2くらいです。中心を一番濃くして外側に行くにつれて淡くなるように意識してポンポンしてください。こんな感じ。人差し指と薬指も同じように中央にポンポンしていきます。こちらのカラーはムラが目立ちにくいので失敗しにくいです。濃いカラーを使ってスポンジでポンポンするときはポンポンする圧を調整したりして発色具合を確認しながらやってますが、こちらのカラーは何も考えずにただポンポンするだけで綺麗に発色してくれます。このカラーでスポンジを使うのは初めてな気がするんだけど、このカラー本当にやりやすくておすすめです。爪先にポンポンすれば簡単に綺麗なグラデーションが作れると思います。もう少し濃くしたいので追加でポンポンします。濃さはお好みで調整してみてください。ほんのり淡い発色が良ければ2回、ピンクをしっかり発色させたい方は3回くらいポンポンするといいです。私はピンクをしっかり発色させたかったので3回にしました。ここでは乾燥時間は取らなくて大丈夫です。ネイルホリック新色の PK048R を使います。
PK048R をすべての指の爪先に重ねていきます。境目あたりはラメの密度が低くなるように、ハケに残った少量の液でラメを散らすように塗ってください。ハケに残ったラメをスタンプを押すようにちょんちょんと塗るといい感じに散ってくれます。重ねる範囲はだいたい爪先1/3くらいです。こんな感じ。他の指も同じように塗っていきます。ネイルホリック新色の中でも特にお気に入りのカラー。ラメカラーってハケをしごくときに液と一緒にラメも落ちちゃってラメをうまくキャッチできないってことがあると思いますが、新作のラメフレークシリーズはハケが短く小さめになってるのでラメをしっかりキャッチしてくれます。こちらはピンク系のラメカラーですが、シルバーっぽい感じでピンクが濃すぎないので年齢問わず使いやすく上品に仕上がるカラーです。オーロラに光るラメも入っていて、光に当たった時のきらめきがすごく綺麗です。こちらの新色は16日から発売されてますので、ぜひお近くの店舗をチェックしてみてくださいね。ラメを重ねたら3分くらい乾かします。セリアで購入した桜フレークを使います。こちらの淡いピンクの方を使います。ジャンコードはこちらです。糊代わりにベースコートを使います。フレークをつける箇所にベースコートを塗って爪楊枝でフレークをキャッチしてつけます。爪楊枝の先端に少しだけベースコートをつけてます。人差し指と薬指にもつけていきます。こういう薄いフレークは2枚重なってることがあるので、重なっていないか確認してからつけるようにしてください。乾燥時間は取らなくて大丈夫です。仕上げにトップコートを塗ります。トップコートはベースに使ったリビルドコートを使います。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。桜チークネイルの完成です。ふんわり柔らかい色合いが春にぴったりで、桜の花びらと相性抜群ですよね。少しだけつけた桜フレークが花びらが舞ってるみたいで可愛いです。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。右手は人差し指と中指のデザインを交換して塗りました。中央のぽわっとしたピンクが本当に可愛いですよね。すごく簡単なのにサロン見えするデザインです。失敗しにくい配色なので、ネイルが初めての方もぜひチャレンジしてみてください。次回は春の淡い色ニュアンスをご紹介します。嬉しいお知らせもあるので楽しみにお待ちください。このピンクほんと可愛いからチェックしてみてね。またねー。